皆さんどうも、こんにちは。バズトリビアニュースのまゆです。今日のテーマは、日本の夫婦別姓問題。テーマ重め、もう話題がヘビーって思った？まあ、重いよね。でもご安心を。理解しやすいスピードで話していくし、画面には重要な単語を英語でも表示していきます。途中で寝落ちしちゃわないように。寝落ちっていうのは退屈で寝ちゃうこと。そうならないように頑張って喋るので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。さて、夫婦別姓ね。つい先日、2025年5月2日に、日本で有名な歌手である宇多田ヒカルさんが、このことに言及した新曲を出して、とっても話題になったの。歌詞には、令和何年になったら、この国で夫婦別姓 OK されるんだろうとあって、SNS やメディアで拡散して、賛成派の政治家たちが、そうだそうだみたいな感じで、また SNS で乗っかるみたいな。でね、日本では政治的な考えを強く発信する人って、ぶっちゃけあんまり好きじゃないっていう人もいるし、万人受けはしないかな。だから、ある意味不動の揺るぎない人気と実力があるからこそ、自分の考えを明確に発信する欧米的な価値観を持っている宇多田ヒカルさんらしい表現だなと思って私は見ていました。で、この夫婦別姓なんだけど、正直さ、特に海外のみんなから見たら、なんでダメなの？別に自分で好きな方のファミリーネームを選べるんだから、もう別姓 OK でよくないって思うでしょ？だから今日はどうして日本はそんなに長い間この話について議論してるの？何について話をしてるのっていうところを解説していこうと思う。それでは今日の流れです。一つ目に今の日本のルールとその問題点について。二つ目にみんなはどう思ってるの？賛成派と反対派、それぞれの主張は？三つ目になんでこの議論なかなか進まないの？このチャンネルはあなたにとってネイティブが使うたくさんの新しい言葉を聞いたり覚える機会になるので、ぜひチャンネル登録といいねで応援よろしくお願いします。じゃあまずはこの話の前提として今の日本のルールの話をするね。今の日本では結婚したカップルは同じ名字を名乗らないといけないの。山田太郎さんと佐藤真由さんが結婚したら、佐藤真由さんは山田真由さんに変わるっていうこと。どっちの姓、名字にするかは選べるんだけど、同じ名字を名乗ること。夫婦同姓が法律で強制されているっていうこと。ファミリーネーム、山田佐藤田中伊藤みたいな、名字のことを姓と言います。一般的な会話で使う名字、フォーマルな言い方の姓、さらに法律用語の氏っていう言葉があって、若干の違いはあるんだけど、ばっくりファミリーネームのことって認識してくれたら OK。今回話題になっている選択的夫婦別姓っていうのは、カップルが同じファミリーネームにするか、別のままにするのかを自由に選べるようにしようっていう制度の案。実際のところ、じゃあみんなどうしてるのかっていうと、なんと 95% 以上のカップルが男性の夫の姓を選んでいるんだよね。これって圧倒的な差で、とっても偏りがあるよね。確かにこれ実感としてもそうで、私の周りの友達もほとんどが夫の姓を選択してるかな。法律で決まっているからっていうよりも、なんとなくそれが当たり前の流れというか、もし妻の姓を選ぶと、なんで婿入りなの？つまりお嫁さんとして、こっちが向こうの家系に入るんじゃなくて、旦那さんが
お婿さんとしてこっちの家系に入るっていうスタイル。なんでわざわざそうなのとか、奥さんの名字を絶対に継がなきゃいけない特別な理由があったのみたいな空気になる。でもこれってすっごく日本独特のことで、世界的に見ても夫婦に同じ姓を法律で義務付けている国っていうのは、実はもう日本だけなんだよね。で、これはね、私も、なるほど、そうなんだって改めて多様さを実感しましたね。みんなの国、私調べてみたんだけど、ほとんど自由に選べたり、逆に別姓が当たり前。決められてるみたいなところもあるよね。だから国際連合からも人権の観点から見過ごせないよ、ダメなんじゃないのって何度もつつかれてるし、日本政府もそれを無視するわけにはいかないよね。でもこの問題さ、もう30年も議論が続いてるんだよね。30年前ってさ、もう Windows 95よ。これ。もうどんだけって感じだよね。じゃあ次に、日本って民主主義なんでしょ？じゃあそもそも国民はどう思っているのかっていう話。今のところの最新データ。毎日新聞が2025年5月17、18の両日に世論調査を実施したの。世論、みんなの意見を調査するアンケートみたいなものね。そしたら、賛成 38%、反対 23%、どちらとも言えない38%でした。国民の意見も分かれているよね。とはいえ、過去のアンケートを見ると、比較的賛成派の方が多いかなと思います。で、国民も政治家も含めて、賛成派の中心となる考えとしては、名前はその人のアイデンティティ、その人らしさなんだから大切にするべきっていう考え方。夫婦別姓が認められていないことで、物理的に一番困っているのは、論文とか研究の実績が名前に紐づいているような人たちかもしれない。結婚で名字が変わると、過去の成果が分かりにくくなって仕事に大きな影響が出るよね。でもそういう人はあんまり多くないから、実際にはとにかく手続きがめんどくさいよっていう手間の話と気持ちの部分、感情論の話になるかな。クレジットカード、銀行口座の名前、パスポートとかオフィシャルな書類に登録している名前のことを名義って呼ぶんだけど、これをね、結婚して全部変更するのって本当にめんどくさいの。でさ、例え話だけど、もし離婚したらまた戻さないといけないわけじゃん。離婚なんてさ、もうそれだけで気力使うのに、もう勘弁してよ、みたいなね。その労力がめんどくさいから、もうこのままでええわ、ってなって離婚してない、みたいな人もいると思う。あとは子供の問題。夫婦が別姓だった場合、生まれた子供の名字はどうするのっていうところも議論が必要だよね。じゃあそれ以外に、もっと具体的な懸念点、心配な点ってないのかなって思うよね。それが日本独自の戸籍制度。戸籍は個人ではなくて家族を一つのグループとして管理しているシステム。例えば佐藤家とか山田家みたいに家の名前でグループになっているの。今の日本ではこの戸籍のシステムが国が国民を管理する一番大事な方法になっていて、唯一のものなんだよね。マイナンバーのシステムも始まったけど、まだまだ十分に広がっていないの。そしてこの戸籍の中では、結婚したら夫婦は同じ名字にして、同じ戸籍に入ることが決まっています。
だから夫婦別姓を実現するには、この戸籍のルール変更まで必要になるんだよね。じゃあなんで日本は30年もこの議論が続いているのかっていうと、それは日本の政治が多数決で決まる仕組みだからなんだよね。政治を動かす政党とか国会議員の中で賛成と反対の意見がずーっと分かれたままでなかなか決まらないんです。さらに賛成の中でも戸籍をどう運用するのかっていう考え方には違いがあったりして、意見が本当にバラバラなんだよね。戸籍はね、人生のいろいろな大切な場面で家族の証明として使われる大切な書類なの。財産を親から受け継ぐ時の証明とか、例えば親が子供のパスポートを作る時なんかにも必要です。これを旧姓のまま、つまり元の名前のまま使えるようにするのか、じゃあ戸籍にはどう記載するんだみたいなところが論点になってる。で、時々国民の中には、夫婦別姓って戸籍をなくそうとしてるんじゃないのか、ダメだみたいなことを言う人がいるんだけど、これはちょっとずれてるんだよね。今夫婦別姓に賛成している中心的な政治グループ、政党も戸籍そのものをなくそうとは言っていない。ものすごいお金と手間がかかるから現実的じゃない。戸籍は戸籍として残して、その上で名字を選べるようにしようっていう話。どう？寝落ちしそうな話でしょ？みんな起きて。とにかく政治的にも意見がまとまっていないのに、戸籍制度をどう整えて、さらにそれに関連する法律をどう整備するのか。クリアしなきゃいけない課題がもう山積みなの。単にね、名字を選ぶか選ばないかっていうシンプルな話にとどまらないんだよね。個人の生き方とか、家族のあり方、あと社会の考え、さらに法律や政治まで、本当にいろんな要素がすごく複雑に絡み合ってるの。こういう一見シンプルそうに見えても、いろいろな問題があって、すぐには解決できない。っていうことを、一筋縄ではいかない問題なんて言ったりします。一筋の一本の縄みたいにシンプルにストーンって解決するような問題じゃないっていうこと。夫婦別姓問題はまさにこれっていう感じです。はい。今日のニュースはここまで。いやー、重すぎたよね。もう、みんなさ、起きててくれてありがとう。本当に。ありがとう。とりあえず、現状がどんな感じなのかは伝わったかな？私ね、この調子だと、この件が解決するのは、多分 iPhone30 か40が出る頃なんじゃないかなって思ってる。やばいよね。今回のテーマは、視聴者さんがリクエストをくれました。どうもありがとう。みんなも何かリクエストがあったら、ぜひコメントで教えてね。いろんな意見も待ってます。それでは、ちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録といいねをお願いします。まったねー。